あのパラナイトってなんでできたのか知ってる？知ってますよ。うちらターゲットにされてたんですよ。ちょうどそうなんないですか？めっちゃ簡単に言うとストレス発散場所作ろうみたいな。なんかすごいよね。すごいよね。なんでそうなったんだろうってでも思うな。森岡さんの本とか読むとさ、なんかマーケティングはターゲットから顧客だっていうのも本当マーケはそうだから森岡さんがそうやっておっしゃるのもまさにそうだったし、なった時になんかお客さんって実際なんだっけか、どこなんだっけみたいな。それこそさ、東京ディズニーランドとの顧客とは違うよね。なんか競合じゃないよね。じゃあ本当のターゲットってどこなんだっけかきっと始まっていて、まさにファミリー層と女性を呼び込むにはどうしたらいいかで、ストレスをためやすい日本女性にをターゲットにして、これなんかすごいなと思ったのがさ、ストレスをためやすい日本女性をターゲットにした時に、だからストレス発散させよう、叫ばせればいいんだ、ホラーナイトってなんかすごくない？そこに繋がんない。繋がんないよね。あと面白かったのが、こうやっぱ自分が実際に足を運んでみたいな、森岡さんねおっしゃってる。いやそれまさにだなって思うんですけど、私実際に今やられてること見てて、例を挙げると、美容クリニックとかで、一番早いのってそれやんって思うんですよ。本当そうだね。分かんないもんなんかじゃないと。だって美容クリニックで何かの施術を経験したことのない方が何をかけるんだって思っちゃうんですよ。特に美容皮膚科、なんか私皮膚科のクリニック自分で何件か行って思ったけど、やっぱ美容皮膚科が選ばれる理由って、看護師さんの質というか対応ってすごいあると思ってて、技術の腕とかじゃなくって、なんかむっちゃ痛い時にどういう対応してくれるのかこのクリニックはとか、あとはちょっとの待ち時間でどんだけ気を使ってくれるかとか、っていうところかなって私は思っていて、なんか美容皮膚科ってさ、もう施術で機械じゃんな。もちろんなんだハイフの打ち方とかあると思うけど、看護師さん的には。でもなんか私たちユーザーからしたら分かんないじゃん、そういうのって。目に見える部分ってホスピタリティでさ、じゃあなんかこのクリニックのホスピタリティ何がいいんだろうとか、なんか私もし自分で美容クリニック立ち上げるんだったらこういうクリニックにしたいなってクリニックあるもんね。このクリニックはなんかもう行きたくないなと思うクリニックもあるし、だからそれがまさになんかサロンの集客もそうだと思うけど、いかにそういうなんか商品訴求じゃないところでいかになんかリピート顧客を増やせるかとか、CRM のところがまさになんか、だからそのさっきの話に戻すと、もう顧客ベースっていうのが、なんかどんどん離れていってる気がした。なんかそれこそさ、 SNS 運用もマーケティングもそうだと思うけどさ、伸びない企業さんのインスタってさ、やっぱ自分の商材をいかにどうやって紹介するかみたいなインスタになりがちだと思うんだけど、それって全然顧客視点じゃないじゃんっていうのが私すごく思っているから、なんか SNS インスタ運用やる人でも絶対マーケを勉強した方がいいよって私は言ってるのはマジでそこで、なんか商品だけ紹介されてもさ、別になんか押し付けられてるようなインスタにしか私たち見えなくて、そうじゃなくって私たちがユーザーが楽しめるのかとか、なんかずっと見てたいものってなんだっけってなった時にさ、ひたすら商品紹介されてもじゃなんかやっぱさ、私たちの発信もそうだけどさ、言いたいこと言うのもそうだけど、いかにやっぱ求められてるものを考えるかとかさ、むずいけど大事だよね。何やるにしても。いやだからそれこそなんかクォーターライフクライシスの話をいただいた時に、なんか私この病気何なんだろうってずっと思ってたみたいな、もやもやしてた3年前とか、でもゆきさんにこの前言っていただいたその今これなんだよっていうのが言われた瞬間にすごい
腑に落ちた。あ、なんかこれってこれなんだみたいな。心楽にならんかった。そうだからうつ病ですって言われて楽になるのと一緒。そう本当そうだと思って。私もなんでかって言ったら自分もそうで、私めっちゃ病んでる時に友達に言われたの。リクこれじゃないみたいな。クォーターライフクライシスじゃないって言われて、なんかすっごい腑に落ちて、なんかスーって楽になったの。あ、自分が悪いんじゃなくって、人間誰もが起こりうることなんだって思った瞬間に超楽になって、楽になったし、なんかてかなんならもっと早く知りたかったわって思いました。だってあれなんか順番が分かれててフェーズ1、2ってなんかに書いてたよね。そう私あれを見て、でも自分の中でこれなんとかして解決するための、ちゃんと手順を踏めてたのが奇跡なんですけど、それをもっと早く知っておけば、あ今自分がフェーズ1だ、あ次2に行くために何しようみたいな、考えられるなっていう、だからそのフェーズ5まであったかな、フェーズ5が見えてると、そこから逆算して自分が今しなきゃいけないことが分かるはずなんですよ。いやこれもっとみんなに広めたいなって思いました。概要欄に貼っとこう。いい話ができた。でもミクさんの中でどうですかターゲット。どういうこと？実際講座生の方主婦さんが多いじゃないですか、そこに関してはこうもともとミクさんの中でイメージされてたことなんですか？看護師っていうことしかあんま考えてなくて、そしたら、まあ、看護師されてる方が最初集まってきたり、私の周りで見てくれた人が集まってきてくれて、私知らないうちになんかママが増えてて、やっぱり年齢だと思うのと、なんでうちの講座にママが増えたのって理由があると思ってて、まず私の発信がキラキラしてない、なんか家で自由に在宅ワークみたいなことを言わないから、多分そこをちゃんと考えられる年齢の人が入ってきてる。でなんか結構年齢まず上がってくるじゃん。だから本当に社会人 1,2 年目の子たちはあんまりうちの講座にいないと思う。だから本当キラキラ憧れみたいなことよりももっとちゃんと現実的に考えて、現実見てやばいと思って入ってくるのがママなんだと思う。なんかもっとちゃんとなんか子供のためにとか、私は本当に発信でも現実的なことばっかり言ってるから、きっとそういう現実的に物事を考えられるママが集まっているんじゃないかなと思います。だからさ、なんかうちの講座の人たち見てるとさ、なんかブランドばっか買うキラキラみたいな人って一人もいないじゃん。いないですマジで。だってハーゲンダッツ買うのがご褒美ってあれ本当に泣けるって思って。私たちのご褒美ってハーゲンダッツなわけよ。本当そうです。なんかブランドバッグが欲しいっていうよりも、もっと大事なことってあるよね、きっとこのメンバー気づいてくれてるんだと思います。ありがとうございます。私の中でできることはもうちょっとその同年代の方、ないしもう少し下の方で、もうさっきの話で言うとフェーズ1、フェーズ2とかで止まって悩んでます、なんなら今の自分が分かんない、そういうもうそれすら分かんないみたいな方にこうなんかうまく届けばいいなみたいな。そうだね。なんか届けないもん。なんか届けないもん。なんか届